ダメか、やっぱり。とにかくおじは話にならん。我々の決意を述べ、乾物粛清の意見書を渡すとざっと目を通して、これでも城代家老だ、このぐらいのことはお前たちに言われないでも分かっている。バカ！じゃあなぜ今まで？俺もそれを言った。殿様ご疾風中、その留守を預かる城代家老が自責家老と国元用人の汚職を知りながら、なぜ今日まで見逃していたのか。するとニヤニヤ笑って、おい、俺がその汚職の黒幕かもしれないぞ。お前たちはこの俺を少し薄のろのお人よしだと思ってかかし代わりに担ぎ出すつもりらしいが、人は見かけによらないよ。危ない危ない。第一、一番悪い奴はとんでもないところにいる。危ない危ない。そう言うといきなり意見書をビリビリだ。破いた？無茶なんだまったく。それで俺はおじにははっきり見切りをつけて、打ち合わせの通り話を大目付の菊井さんのところに持ち込んだ。菊井さんはどうだった？菊井さんはやっぱり話がわかる。初めのうちは困った顔してご城代と相談の上でと逃げを打ってたが、俺が今のおじの話をするとびっくりしてね、しばらく考え込んでいたが、よろしい、この際あなたたち若い人と共に立ちましょう。次は一遍あなたたちとゆっくり話し合いたい。なるべく早くあなたの仲間を集めてほしい。そういう話なんだ。菊井さんはやっぱり本物だ。やっぱり話せる。ありがたい。大目付が味方につけば千人力だ。薄のろのお人よしをかがし代わりに担ぐのとわけが違う。ちょっと待ちな。おめえたちの話聞いてるとまったく。話を聞いた？こいつ嫌だ。バカ野郎。逃げるつもりなら初めから出てきやしねえや。しかし貴様なんだってこんなところに。ここは旅籠賃を取られねえからな。ところでおい、盗み聞きってやつはいいもんだぜ。おかめは八目、話してるやつより話の本筋がよくわかる。まあ聞きな。俺に言わせりゃ城代家老が本物で、その大目付の菊井ってやつは眉唾だぜ。何？弁を持つとただでおかんぞ。まあそうとんがるな。俺はその二人の面も知らねえ。しかし知らねえからかえって見かけで迷わされる心配もねえ。おい、城代はつまらねえ面してんだろ。あ？そうらしいな。しかしな、話から察すると城代はなかなかの玉だぜ。てめえがバカだと思われてるのを気にしねえだけども大物だ。ところでその大目付の菊井だが、おめえたちがやっぱり話せる、やっぱり本物だなんてとこから見ると、こいつはまず見かけには申し分はねえ。らしいな。しかし人は見かけによらねえよ。危ねえ危ねえだぜ。止まれ。その人の舞台って何だよ。わしな、今のは城代のセリフだぜ。いいか、城代はもっとはっきり言ってる。一番悪いやつはとんでもねえところにいる。危ねえ危ねえ。はい、話がよ。大目付の菊井が黒幕かもしれねえぜ。熱くならねえで聞きな。大目付の役目は何だ？ああ？ごたごたを収めるのが役目じゃねえか。それをよ、おめえたちを焚きつけやがって。変だとは思わねえのか？それからおめえたちと話し合いてえから資金を集めるって話もこれは危ねえぜ。大目付が黒幕だったら集めといて一網打尽とくら。とにかくこの話には乗られて様子を見ることだな。
目付とは今夜ここで話し合うことにしてきたんです。何？お上八目ズバリだ。見てみな。見事に取り巻きやがった。アリの履いてる隙間もねえや。この上まだバカな真似がしてえのか。刀をしまいな。戦ごっこやってる場合じゃねえぜ。うるさい。すみません、総監。じゃあ勝手にしろ。みんなくたばってせいぜい聞くよう喜ばせることだ。しかしこう取り巻かれては。まあ俺に任しな。大目付菊井殿の手の者だ。神妙にしろ。表は豊波隊に固めてある。手向かうとためにならんぞ。うるせえな。なんで？いやいい加減にしろ。人のねぐらに土足で踏み込むやつがあるか。こいつ面白い。やる気か。だが気をつけな。俺は今練り花を起こされて機嫌が悪いんだ。目当ては他にある。道草を食ってる場合ではない。それにこの男を片付けるにはだいぶ手間がかかるぞ。飛行なかなかできるな。士官の望みがあるなら大目付の役宅へ俺を訪ねてこい。俺の名は室戸半平。
もういいぜ。出てきな。なんと俺を申し上げていいか。例の言葉なんかいらねえから少し金くれねえか。このところほとんど水っ腹でな。何いっぱいやって飯が食えるだけやれいい。これだけもらうぜ。じゃあばよ。しかしおめえたちこれからどうする気だ？あなたのお話で目が覚めました。早速城代家老のおじのところへ参り、不明を浴びてその指図を仰ぐつもりです。なかなか聞き分けがいいな。いい子だ。待てよ。いけねえ。こうなるとおめえその城代家老が危ねえぞ。ご城代が？そうよ。俺がもし菊井だったら城代をと捕まえるね。一番悪いやつはとんでもねえところにいるなんて図星刺されちゃほっておけねえ。どこへ行くんだ？もちろんおじのうちへ。捕まりに行くのか？おめえは正体がバレてる。うっかり面見せたらそれ聞いたぞ。しかしみんな私の間抜けからこんな。責任は我々みんなにある。貴様は我々の打ち合わせ通り行動しただけだ。しかしおじの身の上にもしものことがあったら俺は。だがおじを一人にはやめろ。この際そんなお前一人の感情で勝手に行動を取るのは許さん。そうだ。こうなったら死ぬも生きるも我々国。住人だ。てめえらのやること危なくて見ちゃいられねえや。静かだな。何の変わりもなさそうじゃないか。いや変だ。いつもならもうこんな時刻には板戸を閉めている。この池に魚はいるか？大きな鯉がたくさんいますが。魚らしいな。ご推察の通りです。今の3人は大目付の配下のものですし、あの部屋はおじの部屋です。おじの身に何か大事が起こったに違いありません。まあ慌てるな。もう少し様子を見ようぜ。近所の香港みたいに繋がってこられちゃ始末が悪いな。どっかおとなしく片付いてるとこはねえのか？ここを少し行くとマグサ小屋がありますが。よし、じゃあひとまずそこへ行こう。小磯、どうした？
バカ、泣いてる場合じゃない。旦那様が大変です。旦那様。落ち着け。落ち着いて何が起こったんだ、話すんだ。大目付の菊石様がいきなりたくさんの人を連れて踏み込んできたんです。旦那様はちょうどお食事中だったんですが、そんなことはどうでもいい。おじはどうなった？ 10人ほどの人に囲まれてどこかへ。連れ去られた？バカな。うちの者は何をしてたの？みんな男の方たちもあっという間に取り囲まれて長屋に押し込められてしまったんです。おばはどうした？よくわかりませんが、多分見張りのものをつけられてどこかへ。千鳥は？お嬢様も多分奥様とご一緒だろうと思いますが、長屋の見張りは？長屋の前には14、15人います。しかしお前どうしてその見張りの目ごまかして逃げられたんだ？その見張りの者たちがお酒をねだったんです。それで私、お勝手から取ってくると言って。誰もついてこなかったか？いいえ、最初一人ついてきましたが、でも2度目にねだった時はもう誰もついてこないんです。だから。おい、この子早く返そうぜ。返す？長屋へ返すのよ。せっかく逃げ出したのに気の毒だが、逃げたと分かって騒ぎ出されちゃ面倒だ。それより酒をたくさん持ってって見張りの奴らにたらふく飲ませてもらいてえ。城代のかみさんや娘を助け出すのに都合がいいぜ。わかりました。小磯、帰ってくれるか？はい、帰ります。いい侍だ。おめえたちに頼もしいぜ。あなたにはいろいろお世話になりました。しかしもう少し言葉を慎んでください。仮にもご城代の奥方をかみさんなどと。それに何から何まであなたに指図されるのは困る。第一あなたはまず奥方を助けるつもりらしいが、この際ご城代を助け出すのが目下の基本だ。でもな、城代はどこにいるんで？どこにいるかわからねえもの助けようがねえ。それによ、菊井がどうする気で連れて行ったか、そいつがわからねえとこれから先手の打ちようがねえぜ。いいか、菊井のやつも城代をしょっぴくからにはかみさんに大目付の工場ぐらい行ったろ。おめえたちそいつを聞きたがねえか？ああ。分かったな。分かったら手分けだ。かみさんを助け出すのに俺を入れて4人。はい、その他みんなすっ飛べ。城代がどこへ連れて行かれたか鍵もあるんだ。はい、はい。それからどっか危なくねえところで集まろうぜ。どっかいいとこはねえか？この夜更けに奥方とお嬢さんを連れてそう遠くへ行くのはない。俺の家はどうだろう？ここから一番近いし。バカ言え、貴様の家は黒富士の家の隣じゃないか。黒富士って誰で？例の乾物の一人です。自責がをしている。面白い。そこにしようじゃねえか。なバカな。おめえ牛年の生まれか？なんかというと突っかかるが、東大元暮らし黒富士の隣は悪くねえぜ。見張りは3人。その1人をまず俺が殴り倒すから、おめえたち2人で生け取れ。切れんじゃねえぜ。そいつの口から城代の行方がわかるかもしれねえ。それからおめえは俺が後の2人を片付けてる間にうちの中に飛び込んでかみさんたちを助け出せ。そしてひとまずまぐさ小へ集まるんだ。分かったな？
だよその面。刀振り回してんだろうがごめんだぜ。間抜けな味方の刀は敵の刀より危ねえ。ケツ切られちゃかなわねえからな。長屋の方角です。どうやらあなたの策が図に当たったらしいですね。よし、今だ。危ねえ危ねえ。見張りが変わりやがった。室戸最前神社であなたに。ああ、仕官をしたかったら訪ねてこいなんて言ってたが、あいつ菊井の何なんだ。懐刀です。最高。見張りはどうやらあいつ一人らしい。今のうちに。てめえめくらか。さっきの見張りは3匹だが猫だ。今のあいつは1匹だが虎だぜ。おい！なんだあの騒ぎは。は、長屋を固めてる連中が先に呼び知りまして。貴様たちの面も赤いぞ。そこの潜水で面でも笑え。俺は長屋行ってくる。あとを頼むぞ。すると菊井の工場は叔父に汚職の疑いがあり、罪状の隠滅を防ぐために非常の処置を取る。こうなんですね。なるほどね。考えやがったな。このお方は？ちょっと一口話せませんが、不思議な縁で我々の味方になってくれた方です。いや、我々の恩人と言ってもいい人です。そう。それはどうも。いや、あの二人何してやがんだ。ここに長いは危ねえぜ。でも私こんなに走ったのは初めて。もう少し休まなきゃもう歩けませんよ。ここへ入るのも初めて。干し草がよく匂うこと。私この匂いが大好き。私たちよくここへ来るんですよ。ね、伊織様。二人を見てきます。あなた方どうしてこんなとこへ？ここは昼間でも静かだし、この草の上にこんな風にふわっと寝て、この匂いに包まれているとうっとりと眠くなって。ね、お母様、一度なんか伊織様の腕を枕にして本当
当に眠っちゃったんですよ。お行儀の悪い。でも本当にいい匂いだこと。遅いはずです。こいつを潜水逆さにつけておじの行方を白状させようとしてたんです。こいつガンとして何にも言わん。吐いたのは水だけか。本当に何も知らないのかもしれん。捨ててもいいか。こいつどうしよう。面を知られたんだ。叩き切るおかねえな。いけませんよ、そんな。元の見張りの人を切ったのもあなたでしょ。あんた方を助け出すには気力がなかったんでね。でも助けられてこんなこと言うのはなんですけど、すぐ人を切るのは悪い癖ですよ。あなたはなんだかギラギラしすぎてますね。ギラギラ？そう、抜き身みたいに。抜け身？あなたは鞘のない刀みたいな人、よく切れます。でも本当にいい刀は鞘に入ってるもんですよ。一体この男はどうすんです？あなた一緒にいらっしゃい。悪いようにはしませんよ。急げ！俺の兵から逃げろ！殿方は平気でも私たちには無理ですよ。そんな、さあ。だってねえお母様。さあ早く。さあ俺を踏み台にしてくれ。いけませんよ、そんな。遠慮いらねえ。さあ。だってだっても一番もねえ。ぐるぐるするとまた人を切らなきゃならねえんだぜ。さあ早く。じゃあごめん遊ばせ。早くしてください。黒藤のうちのやつ見られたりしたら大変です。腹が減ったぜ。なんか食わしてくれ。今うちの者に握り飯を作らせています。酒はねえのか？酒なんか飲んでる場合じゃないでしょう。これからどうするか早速策を練らなければ。俺は酒飲んだ方が頭良くなるんだぜ。おい、菊井の工場から見て奴らは自分たちの罪をご城代になすりつけるつもりだし、すると最悪の場合告白書を強要した上、おそらくどうなんです？私たちに気兼ねせずにおっしゃい。おそらく詰め腹を。どうしましょうお母様。大丈夫ですよ。お父様はなかなかの狸ですからね。そうやすやす詰め腹なんか切らせられるもんですか。それで皆さん
これからどうなさるつもりです？まず叔父の行方を突き止めて奪い返すつもりです。それからそれだけでたくさんだ。奴ら城代家老に自分の罪を押し付ける気で何のことはね白状してやがんだ。城代を奪い返せば奴らそいっきりだぜ。その通りでしょうね。しかしうまく奪い返せるかな。奪い返せなきゃこっちはそれっきりだ。ではよろしくお願いします。でもあまり手荒なことをなさらないように。ところであなたのお名前は？あ、名前ですか？私の名は椿三十郎。もうそろそろ四十郎ですが。面白い方ね、あなたは。でも本当に見事な椿だこと。黒富士の庭は椿屋敷と呼ばれてるくらい椿だらけなんです。そうだ、覗いてみよう。どうだ様子は。静かなもんだ。椿ですよ。竹林さん、少し落ち着いてもう少し重ねたらどうです？しかし大丈夫ですかな、黒富士さん。私はどうも城代がやすやすと告白書を書くとも思えないし、またそれは菊井に任せて。さあ一つ。しかし菊井も今度はヘマばかりやってどうも。あの城代一筋縄ではいきませんな。どうも甘く見ていた。すると？いや、手立てはあります。奥方と娘を枷に使って一つ。誰だ？室戸です。おい、今黒富士のとこ室戸が入ってたぞ。おばと千鳥をさらわれた中心だな。その中心が隣に入ったとすると乾物どもはきっと隣にいるぞ。奴ら3人この際死体を集めてるに違いないからな。奴ら3人が隣に集まってるとすると叔父も隣にいるはずだぞ。高木の何のための見張りだ。どうします？あの2人を枷にする手はずはこれで全く。手はず通りでいいでしょう。城代は2人を助け出されたことは知りません。それより一味はきっと我々の家を見張っている。お前がここに入るのを見て我々がここにいると考えられるのが一番困る。そうだ、ここは危ない。大丈夫です。中心はあなたの屋敷にも大目付の役宅にも走らせておきました。おい、菊のところが臭い。一人慌てて入っていったやつがいるぞ。何に？どうも竹林のところ怪しいとこれ込めに入っていったやつがいるんだ。
奴ら集まっていないらしいな。するとおじは一体どこに？しかし奴らの目的から考えていずれご城代を監禁したどこかにきっと集まる。それを待つより仕方がない。黙って待つではねえぜ。城代家老が消えちまったんだ。どういうわけだって騒ぎ回るんだ。こいつは大騒ぎになるぜ。奴らそうなる前に何とかする気だろうが、その暇は与えねえで慌てさせるんだ。奴ら慌てて集まる。どうだこの手は。正太鼓、何事だ。予定の行動です。今般城代家老睦田弥平に政務を私して戦王のことあり、その罪を責めたるも言を左右にし、かえってその罪を隠滅するの挙に入れたり、よって老職一同協議の上、急死を江戸表へ走らせ、その処断を仰ぐとともに非常の処置として城代の身柄を一時監禁するのやむなきに至れり。また同人には相当数の一味ある模様なれば、その先導に乗らず各位の静観自重を望む。大目付菊井六郎兵衛。先手を打ちやがった。敵もなかなかやるぜ。困ったな。藩全体が奴らに手に乗って静観するとなると、我々は手も足も出ない。うっかり動けば敵の声明を裏書きするようなことになる。逆にその間奴らはじっくり構えたことが運べる。下手には動かんぞ。ああ、動くね。奴らは俺たちをたった10人とは思ってねえ。相当数の一味って抜かしてるじゃねえか。これじゃ落ち着いちゃいられねえぜ。とにかく撃つだけの手は打った。落ち着きなさいよ、竹林さん。あとはじっくり城代を攻め落とすだけです。しかし例の一味が。いや、これで奴らも動きが取れません。しかしわしはそこが心配でな。人気の取れなくなった奴らが破れかぶれになると何をしでかすか。とにかく奴らを何とかせぬことに危ない。じゃあこうしましょう。例の一味をもう一度集めるんです。そしてどうしてそんなこと。できます。奴らに城代のいる場所を教えてやるんです。奴ら竹林さんのおっしゃった通り、おそらく破れかぶれになって城代を奪い返しに乗り込みます。そこを抑えるんですよ。バカな。火でも狂ったのか。それが心配だからわしは。まあお聞きなさい。それはもちろんここではありません。我々に都合のいい場所におびき寄せるのです。奴らに我々がそこに集まるのを見せてやればいいんです。心配ご無用。危険はありません。集まるのは我々の籠です。籠の中身は我々である必要はありません。閉めた。とうとう動き出した。俺が追う。貴様は寺田の陣地だぞ。うん。出てきた。黒藤のやつ、ここで出かけた。おい、黒藤のやつ、菊の内入ったぞ。何？菊の内？すると籠が2つ。菊の内から出た。籠が2つ？うん、黒字と菊井だ。奴ら一体どこへ。おい、黒藤と菊のやつ、竹林の内入った。何？3人集まった？すると確かそこだ。
林の家から3人揃って出かけたぞ。川を連ねて赤松街道西へ。赤松街道西へ。あの街道沿いには黒富士の別邸があるが。それだ。よし行こう。よし。待ちな。慌てて追って敵の行列に見つかると危ねえぞ。いや、それは行列といっても友侍はそれぞれのカゴに1人ずつ。くせえな。そんな人数なら俺たち10人で押しかけても奴ら3人を取り込んできるぜ。それいい手だ。その3人を取り込んでして締め上げれば。バカ。それじゃ話がうますぎやしねえか。うっかりうますぎる話になるとひでめに遭うぜ。しかし用心舞が本当にうまい話を逃す手がないぞ。とにかく赤松街道の林に隠れてカゴをつけよう。カゴを襲うか襲わないかはその場の様子を見て決める。これでどうでしょう。面白くもおかしくもねえあんだが眠気覚ましにちょうどいいぜ。あのカゴは本当にあれだっか。それじゃわからん。おい、あのカゴには種も仕掛けもないな。バカ、それじゃもっとわからん。おい、あのカゴに隠れた護衛がついてる様子はないか。いいえ、そんなものは全然。よし、じゃあやろう。急げ、先回りして別邸に入る前にやるんだ。よし。待ちな。俺はどうも気乗りがしねえな。待てと言ったら待て。どう考えても変だぜ。うるさい。じゃあ勝手にしな。俺の知ったことじゃねえや。行くぞ。ご無礼。確か黒藤菊井竹林ご参加との顔とお見受けしたのですが、とんだ実は我々一同今日城代滅田屋兵の悪事を知り、その一味徒党が覚えとのことなので、この友揃えではいかにも不用心。とりあえず我々の手でお守りしよう、そう考えたものですから、その神妙にしろ。神妙にしろ。おとなしくバカにつけ。バカにつけ。とぼけるな。貴様はこの場に及んで城代陸奥屋兵の一味でないと言い張る気か。城代の一味。バカな。我々は。弁解無用。大目付栗殿の策に乗り、主の違う駕籠を追ったのが運の尽きだ。待て待て。てめえたちに愛想が尽きたぜ。とっても付き合いきれねえや。貴様どうした。一つ大きなくしゃみをしたんです。それを奥方に聞きとがめられましてね、それで押し入れから助け出された。あ、こいつ俺が一番いい着物着てやがる。すいません、これも奥方が。しかし貴様どうして逃げ出さなかったんだ。奥方、私が逃げるなんて少しもお考えなさらない。これじゃ逃げられません。それに
昨べから皆さんのお話を伺ってると、何もかも私が聞かされた話とは逆です。大変勉強になりました。では失礼します。あの奥方のなさることは全く天衣無縫だな。少し足りねえのさ。するとその牙の一体は例の一味ではないというのか。その証拠には不審が晴れたから引き取れと申しても帰りません。かえって我々の挙動こそ不審だとただいま役宅でその説明を求めています。まったく作詞作に溺れるとはこのことだ。敵を一名を大事にするなどと言いながら逆に敵を増やしておる。そうですかな。そもそもその連中は我々を守るために来たのです。おとりの籠の目的を正直に説明して女性を頼むと持ちかければどうだ。さよう。いずれも腕自慢のものですから喜んで味方するでしょうな。よし、わしの手勢にその連中を加えてこの屋敷へ乗り込む。あなたらしくもない。それこそ例の一味に我々はここにいると教えてやるようなものだ。こうなったらそれもいいでしょう。今が勝負時です。いよいよ来るとこまで来たな。あの牙の一体の言動から見ても藩の世論は明らかに菊井たちの味方だ。そうだ。俺たちは全く袋ネズミだ。まず勝ち目はねえな。それがどうした。シルバー生きるも我々くれ。10人だぜ。菊井のとこ行ってくる。菊井のところに何をしに。俺を売り込みに行くのよ。室戸はせっかく言ってくれたんだからな。どこへ行く。どこへ知れとった。あいつつける。何をするか。あいつに裏切られたら俺たちは。バカ。裏切りなら菊井のところへ行くなんて言うもんか。あの人は室戸の誘いをいいしように菊井の家を探りに行ったんだ。私もそう思います。私も。子供は黙ってろ。いえ、あの人に限ってそんな。俺もそう思いたい。でもな、あの口ぶりでは。いや、気に障るようなことばかり言うのはあの人の癖です。そういやそうだな。しかしあいつ何をやり出すかわからん。化け物だぞありゃ。なんだ貴様。室戸がいたらこんな奴が来たと言ってくれ。今それどころではない。おお、来たな。待ってたぞ。しかし忙しいんだろう。俺はまた来る。構わん。入れ。貴
貴様が何と言おうと俺はあの人を信ずる。俺たちがあの人のおかげでどれくらい危ないところを助けられたか考えてみろ。昨日助けたから今日も助けるとは限らん。あいつにしてみたら俺たちはもう見切り時なんだ。第一、人のことを心配してられる身分じゃない。今俺たちを菊井に売り渡せば間違いなく六にありつけるんだ。だからそんな、たとえ着物はボロボロでもあの人は立派な侍です。これいえ、菊井の奴らを叩きのめした時なんか本当にこれあの人は俺たちに金をねだった。いくら腹が減ったからって小じみたいに物乞いするそんな侍があるか。あの人はただざっくばらんなだけです。侍としては少しふんわりなだけです。とにかく俺はあの人を疑うのは嫌だ。いや、あの人はいい人だ。理屈抜きに俺は。お前は奥方の血筋だ。誰でも信用する。しかしなんだ。あんまり大きなお声がするのでお母様が何事か聞いていらっしゃいって。なんでもない。でもなんでもない。ちょっと失礼します。私は押し入れの中でじっと聞いてたんですが、つまらんてるのか。今すぐ引っ込みます。ただ私もあの浪人を信用しますね。何？まあ聞いてください。変なことを言うようですが、奥方がご城代のお屋敷の塀を越える時、あの人は奥方の前に両手をついて踏み台の役を買って出ました。あの奥方の何とも言えない人柄に打たれたんですよ。それだけでもあの人はいい人だってことは分かりますよ。バカ言え。あいつはな、その奥方のことを少し足りないなどと。それはね、誰かもおっしゃったようですが、あの人の変な癖です。あの人は褒めたい時でも悪口しか言えない人なんですよ。それ見ろ。割れた！こいつ桃と無用だ。誰が何と言っても俺たちはあいつをつける。このままでは危ない。待て、仲間はいかん。それにあの人を疑ってる者ばかり言っては判断が偏る。行くんなら意見の違う両方から2人ずつ。安川と川原、伊坂と広瀬、この4人で行け。家の者が大方で払ってろくなもてなしもできんが、まあ顔つなぎに一つ。しかしありがたい。貴公が一方入れてくれるなら面白いことができるぞ。いや、貴公は全くいいところへ来た。考察で見たが、今この藩は大揺れに揺れてるらしいな。さっきもここから相当な人数が繰り出していったが、どこ行ったんだありゃ。今貴公をそこへ連れて行く。それよりおい、あの考察の文面は真っ赤な嘘でな。悪い奴は大目付の菊井の方だ。しかし貴公はその菊井の家来さ。類は友を呼ぶ。俺も相当悪い。ところが陸奥田という城代はどうしてなかなかの人物だ。一筋縄ではいかん。しかしこいつさえ片付ければまずこの藩はいい食い物になる。菊井は悪知恵あるが人物は小さい。城代を片付けて菊井が天下を取ればあとは貴公と俺でよろしくやれるいうわけだ。じゃあ早速菊井に貴公を引き合わせよう。しかしいいか、菊井は切れ者だとうぬぼれておる。だからそこんとこをうまく撫でてやれば目を細くして喉を鳴らすっちゅうわけだ。なかなか聞き分けがいいな。いい子だ。
つけてくるぜ。次の四筋を右へ曲がるぞ。そいつを頼む。切るな。バカ。何だってこんなこと。私は反対したんです。しかし毎日あなたに裏切られたら大変だと思って。バカ野郎。こうなったらおとなしく詰まるほかねえ。ボードが来る。適当に切り込め。グズグズすんな。さあ。この青侍、ちょっと手こずらせやがった。うん。こいつは弓上げになるぞ。例の一味の司会だ。伊坂という城代のおいでな。おお。しかしいい手土産だが、菊井のところまで下げていくには重すぎるな。立てろ。はっ。立て。この小人数で連れて行くのは危ねえな。敵はきっと奪い返しに来る。道で襲われたら防ぎようがねえぜ。よし。貴様至急手勢を割いて連れてこい。はっ。ああ、一人じゃ危ない。二人連れてけ。はっ。三人でも危ねえな。俺も行く。俺も一緒に行く。俺だ。開けろ。どうした？いけねえ。あの三人はもう切られてるぜ。あれだ。使いには俺が行く。場所はどこだ？いきなり貴様が言っても話は通らん。俺が行く。後を頼むぞ。
世話焼かせやがるぜまったく。何をする。わからねえのか。こいつが助けんのよ。てめえたちのおかげでとんだ接種をしたぜ。さあ縛れ。もうここには用はない。ここの始末に10人ほど残してあとは急いで戻れ。なんだゴンザマ、貴様らしくもない。いやー、面目次第もねえ。でもな、ああ大勢に押し込まれちゃおとなしく謝るのか仕方がねえ。それにこいつらみたいに命を投げ出す義理もねえしな。しかしまずいな。このざまでは貴様を推挙するわけにはいかんぞ。すまねえ。しかしあの青侍の面を覚えた。いずれ手土産にして出直すぜ。まったく利口だよおめえたちは。せっかくの俺のお膳立てはぶち壊す。しかもあの大人数の菊井の手勢がどこに行ったかも知らねえときた。はっ、のどかなもんだ。この調子だとおめえ城代の居所を見つける頃には俺は白髪の七十郎だぜおい。きれいだこと。このお水はお隣の椿屋敷から流れてくるんですよ。よくご存知だこと。いつか寺田様が伊織様におっしゃっていたのを聞いたんです。貸しても当選の水は飲まずというの。俺はあの腹黒い黒富士の水を使っている。あら、あの紙に伊織様のお名前が。ほんと、寺田様のお名前も。何でしょう、あの赤くにじんでいるのは。鉄板ですよ。血板？伊織様、伊織様。頼
メですよ。隣は黒富士の。でもより様、だってねえお母様、あれは何ですか一体。おじは破いた意見書を丸めてたもとに入れたんだ。しかもおじが菊井に拉致された時の着物は昼間私と会った時のままだった。間違いありませんね。するとあったあった、あの流れの島にこれだけ。見ろ、みんなあの意見書の一部だ。おい、これではっきりした。おじは隣にいる。おじはこの浅はかな俺たちをかばうためにたもとに入れたこれを何かの機会に敵の目を盗んで椿屋敷の流れへ捨てたんだ。まだバカなまねが一人いねえのか。勇ましく切り込むつもりだろうが隣じゃそれを待ってるんだぜ。まだわかんねえのか。菊井の手勢は隣にいるに決まってる。嘘だと思ったら覗いてみな。書いたか、どうぞ。これは極楽衆じゃない。極楽城だ。あのタヌキ、どこまでとぼける気か。どうする。とにかく相当な人数です。どうする。こうなると敵が我々を買いかぶってるだけ始末が悪いな。そうだ。よし、隣へ行っておめえたちが集まってるとこ教えてやろう。いいか、奴らおめえたちを買いかぶって相当な人数だと思ってやがるんだ。俺がおめえたちがどっかへうじゃうじゃ集まってるって知らせりゃ菊井の手勢はそこへ繰り出すぜ。すると隣は空になる。そこでおめえたちが乗り込むっていう寸法だ。ところでその場所だが、またぞろ神社も曲がねえし、寺はどうだ。俺が山門の上で寝てたらおめえたちがぞろぞろ下を通って本堂へ集まるのを見た。悪くねえぜ、ほら。どっかねえかいい寺。少し遠い方が城代を助け出す時が稼げて都合がいいが。光明寺。あそこなら距離もいい。それにめったに人も。よし、光明寺だな。しかしいいか、菊井の手勢が出て行っても俺の合図があるまで乗り込むな。乗り込んだらすぐ城代を助け出さないと危ねえ。敵には最後に城代を切るという手が。仕方がない。最後の手を使いましょう。
じゃあいいな。城代はこれなら大丈夫。そう俺が見極めて合図をするまで待つんだぜ。わかりました。で、合図は？火をつける。椿屋敷がボンボン燃え出してやってきな。いけませんよ、そんな乱暴な。いい考えがあるわ。椿屋敷の流れに何かを流すのよ。そうすればこのお庭の流れを見張っていればすぐわかります。あなたなかなか良いところへ気がつくこと。それなら穏やかでいいよ。ねえお母様、いっそ椿屋敷だから椿を流したらどうかしら。赤い椿を合図になんてきれいでいいわ。私は白い椿の方が好きですよ。赤でも白でもいいじゃねえか。とにかく椿が合図だ。しかし時々自然に散ったやつが流れてきますが。おっそり流せやもんからめ。開けろ。物取り会いたい。ああ、大変です。光明寺の門はただの笑い屋根の門ですよ。2階なんてありません。山門の上で寝てたらなんて話はすぐそこが割れますよ。どうして貴様俺がここにいることは分かった？大目付の手勢が大勢ここにいると聞いてな。多分貴様はここだろうと思ったのよ。で何の用だ？いい手土産を持ってきた。俺が光明寺の山門の上で寝ているとどうする？今さらどうしようも。しかし我々もついそこまでは気がつかなかった。敵ももしかしたら。よし、見てくる。貴様しばらくここで待て。何？光明に120名も。しかしその山門の上に寝ていたという浪人は何者だ？そんなことはこの際どうでもよい。それより菊井さん、今度こそ抜かれなくな。わかりました。今度は私が行きます。光明寺へ行く。貴様一緒に来い。ああ、実は昨日から何も食ってねえ。腹が減っては戦ができん。なんかこせてくれ。腹ができたらすぐ後を追うぜ。
閉めたぞ。隣の手で繰り出した。本当か？お、菊井のやつ馬に乗って。菊井まで？あいつ目の色変えてやがった。お待たせいたしました。勝手に食う。行ってくれ。どうも窮屈でいけね何をしている？俺は椿の花が好きでな。しまった。孔明寺の話は真っ赤な嘘だ。あそこの門は。誰か悪か？誰か？おい、図られたぞ。光明寺の門に2階はない。てめえを呼び戻せ。ここは危ない。この方がひどい血油だ。それもひどく新しい。ゆうべも貴様、俺にいっぱい食わせてろ。こやつの戦場を後回しだ。早く早く。おめえたちはもうおしめえだ。それは貴様のことだ。かわいそうに。何にも知っちゃいねえ。もうすぐ切り込んでくる頃だってのよ。何を？決まってるじゃねえか。例の一味よ。隣の寺田といううちに集まって俺の合図を待ってるんだが、早いとこ中止の合図をしねえと菊井の手勢が戻ってくる前におめえたちはおだぶつだぜ。嘘だと思ったら覗いてみな。はい。あいつはまだか。遅いな。待て。あの人にもしものことがあったとするといくら待っても。どうする？これ以上待てん。乗り込もう。しかし。
もう待て。待て待て、早まんな。あの人の言うことを聞かないといつもとんだことになる。合図を待とう。まったくこやつの言うとおり早くしないと。あれ見ろ、せいぜい当てろ。でもな、おい、物は相談だが50両くれりゃ中止なやつを教えてやってもいいぜ。おい、じじい、隣じゃこの流れ見張ってたろ。そういえば確かに。早いとここの流れになんか流してやらないとえらいことになるぜ。こやつ捕まるとき赤い椿をたくさん持っておりましたが。赤い椿は何の合図だ。言え。50両くれなきゃ言えねえ。やんか言わんと聞くぞ。じゃあ30両に負けとく。はい、仕方ねえな。言うよ。赤い椿はすぐ切り込めという合図。白い椿は中止の合図。断っておくが、何の合図もなきゃ俺に何か起こったと思ってこいつも乗り込んでくるぜ。慌てるな、白い椿だ。早く追い込め。ケチするな。どんどんぶち込め。来たぞ。綺麗だほんと。危ないところだった。ざまみやがうまく引っかかりやがった。椿の合図は赤虫の無念だ。やってきたのは130人。今さらジタバタしても無駄だ。切るな。切るんじゃねえ。これまでですな。どうした？遅いな。椿さんですよ。恩人の名前を忘れるなんていけませんね。はいはい。あなた呼んでらっしゃい。皆さんお待ちかねですって。これは嫌な話だから今のうちに言ってしまおう。今度の騒ぎの裁きが決まったよ。
菊井はすぐ腹を切って自らさばいてしまったが、惜しいことしたよ。菊井だってあの二人と同じく亀井断絶お家追放というところで命だけは助けてやれたのに。もっともわしとしてはもっと穏やかにことを収めたかった。動かぬ証拠を集めた上で三人とも体よく隠居でもさせようと思っとった。すいません。お前らが謝ることないよ。わしに人望がなかったのがいかんのだ。どうもな、このわしの間延びした馬面にも困ったもんだ。昔のことだが、わしが馬に乗ったのを見て誰かこんなこと言いおったよ。乗った人より馬は丸顔。いらっしゃいませ。いない？ええ、お部屋にはこのお召し物だけ。するとまたあの格好で。皆さん手分けして呼び戻してください。さあ早く。ありがたいことにあの男は戻ってこやしないよ。ありがたいことに。あの男はなかなかのやつだ。でもな、桁外れのああいう男はわしじゃ困るよ。まあ聞きなさい。あの男にとってもこんなところに引き止められるのは迷惑だ。こんなものを着ておとなしくお城勤めのできる男じゃないよ。見えないな。しかし門番は西の方へ行ったと。西だとするとこの道しかないな。帰れ。俺は戻らんぞ。どうしてもやるのか。やる。貴様みたいにひどいやつはない。人をコケにしやがって。まあそう怒るな。仕方なかったんだ。俺は貴様に一目置いてたんだぜ。だから今さら何を言いやがる。抜け。俺はやりたくねえ。抜けばどっちか死ぬだけだ。つまらねえぜ。それをよかろう。とにかくこのままじゃ俺の気が収まらん。じゃあやろう。でもな、俺が切られてもこいつらは切るなよ。おめえたちもどんなことがあっても手を出すな。
お見事。バカ野郎、聞いたふうなことを抜かすな。気をつけろ。これは機嫌が悪いんだ。こいつは俺にそっくりだ。不気味だ。こいつも俺も鞘に入ってねえ刀だ。でもな、あの奥方が言った通り、本当にいい刀は鞘に入ってる。おい、お前たちもおとなしく鞘に入ってるよ。これだ。ついてきやがると叩き切るぞ。あばよ。